バラバラにされたロータリーエンジン。果たしてこのエンジンは直せるのでしょうか。おはようございます。深夜です。今日の FD レストアはエンジンの洗浄、そして測定です。このエンジンが使えるのかどうか徹底的に調べていきたいと思います。前回ロータリーエンジン分解してみて、見た感じは問題なさそうでした。エンジンブローもしてないし、目立つような傷とかもない。錆びもパッと見ひどくなくて、掃除すれば使えそうな感じはしました。見た目問題なくても、サイドハウジングが摩耗してると圧縮抜けてエンジンとしてちゃんと機能しなかったりとか、ローターハウジングも歪んでたりすると冷却水が漏れたりとか圧縮抜けの原因とかになるので、部品を一つずつきれいに掃除してちゃんと基準値以内に部品の精度が収まっているのかどうかチェックしていきたいと思います。今回のエンジンは本当に再使用できそうな感じなんで、1号機のエンジンやった時とはちょっと違って真面目にきれいに掃除していきます。現状今こんな感じ。シールの当たる部分とかも汚れすごいし、エンジンの液体ガスケットが残ってたりとか、あと排気ポートとかもカーボンがすごい堆積しているので、こういうのもきれいに落とします。まずは液体ガスケットから。この溝の中にね入っちゃってるから、これをこうやってかき出すようにしっかりと落としてあげる。あとこの排気ポートがすごいんだよな、カーボン。さてどのぐらいのカーボンが削れたでしょうか。よいしょ。あ、まあまあ出たね。そしてこれをここに入れて、でパーツクリーナーを入れます。1時間つけ置きしたんで洗っていきます。多少は汚れ柔らかくなったと思う。でも洗浄液が使い回しのやつだから、そんなにはしっかりね汚れ落ちないと思います。だからブラシでこすってあげて、表面についてる汚れとかを落としてあげる。とりあえずこんなもんか。で、新しい洗浄液をもう一度作ります。洗浄液がすぐ真っ黒になっちゃうから、あとエンジンオイルでギトギトな感じになっちゃうからさ、一回汚れを落とした上で綺麗な洗浄液でちゃんと洗います。このままもう一回つけ置きですね。映像では普通に洗い始めてますが、実際は丸1日漬け込んで汚れを柔らかくしてから洗ってます。それでもカーボン汚れなかなか頑固で簡単には落ちなかったですね。奥の方にこびりついてる汚れはナイロンブラシとか使ってしっかりと落としておきました。洗い終わったら洗剤が残らないように水洗いしてしっかりと乾かしておきます。そして洗い終わったものがこちらです。めっちゃ綺麗になりました。このハウジングの内側、ちょっとカーボンでこびりついてたようなのとかもちゃんと落としたし、冷却水の通路の中の水垢もちゃんと落としました。ね、外側がねちょっと白錆び出てて、ある程度落ちたんですけど、まだちょっとね表面ガサガサした感じになってます。でこれはもうこれ以上は厳しいかな。サンドブラストかければね綺麗になると思うんですけど、ただブラストのメディアとかがこの水路の中とか、こうなんかオイルのラインとかに詰まっちゃうのも嫌だから、今回ブラストかけずこのままいきたいと思います。排気ポートもめっちゃ綺麗。カーボン系はね綺麗に落ちました。結構こびりついてて落とすの大変だったんですけど、でも一生懸命ブラシでゴシゴシしたらちゃんと落ちました。でも傷入るからね、こういうところは全部ナイロンブラシ、柔らかいやつでやってます。外側のこの白錆落とす時だけワイヤーブラシでした。そしたらクレの336錆止め防水油ですね、これ塗っておきます。
まあ、アルミだからそんな錆びないんですけど、ここの背筋のところはね鉄が打ち込んであるんで、こことかは重点的に錆び止め塗っておきます。そんなたっぷり塗らなくていいと思うけど、あとまあアルミも塗っておこっか。アルミも錆びないわけじゃないからね。白錆が発生するんだから、さらっと。まあ、このあと部品の測定で一回拭き落とすんだけど、薄くでも油の膜があるとやっぱ錆の進行を抑えられますからね。それじゃあ部品測定やっていきます。その前にちゃんと撮影してなかったですね。この内側の状態、ローターが接する部分、傷とか全然平気そうです。ちょっと擦れた感じはあるけど全然許容範囲内ですね。でこれハウジングアルミなんですけど、ここのローターの接する部分ね、別の材質が使われてます。シートメタルって言ってここだけね違うみたいです。表面特殊加工みたいな、なんかそんな感じになってて、アルミ直接じゃないみたいですね。こっから空気が入ってきて、上の方でずっと攪拌されて、こっち側で圧縮されて、ここが点火プラグ。ここで火がついてずっと回ってきて排気されると。傷は全然ないですね。若干擦れた感じはあるけど許容範囲内だと思います。反対側のハウジングも同じ感じでした。あんまり傷はないですね。それじゃあこのハウジングが使えるのかどうか、ちゃんと寸法測定をしたいと思います。マイクロメーター使って測っていきます。このね上のラインとプラグがつく側か、燃焼室側、こっちですね。こことここ3箇所測って、なんか厚みの差をねチェックするみたいです。その厚みが基準値内に入ってないとダメみたい。多分燃焼室側だからここが一番負担かかるんでしょうね。80ちょうどか。ローターハウジングがアルミなので、熱で歪んだりとかしてしまうと上と横で数値が変わってきてしまう。それの差を測ってます。この測定シーンものすごく地味なので、先に結果からお伝えすると、このハウジング再使用可能です。限度値が 0.06 ミリのところに対して 0.02 ミリだったので、まだまだ使えそうですね。0.02 誤差 0.02 100分の2。お、基準値内ですね。これフロントのハウジングかな。フロントハウジング OK。 次リアハウジング。リアハウジングは 79.98 79.97。リアハウジングも OK。 基準値内。最大誤差 0.02 ミリです。使えますよこのハウジング。ちなみにこれプラス本当はローターもね寸法測んなきゃいけないんですよ。このハウジングの厚みにこのローターの厚み、どれだけここのクリアランスがあるかを見なきゃいけないんですけど、ローターはまだ洗ってる最中なんで後でチェックしたいと思います。とりあえずハウジングは大丈夫です。 OK。 使える。エンジンがよみがえる。同じようにサイドハウジングも部品外して洗浄して精度測定やっていきます。よいしょ。ステーショナリーギア。
お、柔らかくなってる。これ剥がすの楽だ。洗い終わったら錆びないうちに錆び止めのスプレー。サービスマニュアル見るとですね、このカーボン汚れ、このハウジング部分のこの辺に残ってる汚れ、1000番の耐水ペーパーでエンジンオイルつけて磨いて落とせってなってたんで、磨いていきたいと思います。なんかあんま良くないみたい。耐水ペーパー1000番。3枚とも研ぎ終わりました。これがフロントで、リア、これインタメです。なんかね、一生懸命こすったんですけど、シミみたいになってるの落ちないですね。もうね、指で触っても段差わかんないぐらい、ツルツルには研いだんですけど、まだ若干残ってる風な感じ。でもこれ以上こすっても落ちなかったんで、このぐらいで妥協しときます。あんまり研ぎすぎてもなんかそれはそれで良くないかなと思って、もう指で触っても全く分かんないです。この状態で精度測定やっていきます。一回ちょっとこう綺麗にね、ゴミが残んないように。ウエスで拭いて、手で撫でて、まずはストレートエッジ。これでハウジングが歪んでないかどうかチェックしていきます。基準値というか限度値ですね。限度値はね、0.04 ミリ、100分の4ミリが限度値です。測り方は縦縦横横の4箇所ですね。これで100分の4が入らないね。入らないね。いいね。実際何歩なら入るんだろう。100分の2は入るか。お ?100 分の2も入らんぞ。あら、素晴らしい。全く歪みないですね。最低がね、今手元にあるの100分の2なんですよ。100分の1ないから、これ以上下わからないんですけど、100分の2入らないです。次こっち側。お、いいね。100分の4入らないです。次横方向。お、完璧。完璧。フロント完璧。同じように残りの2枚も測定していきます。インタメは表裏あるから2回測定ですね。フロントとリアの中間に挟まるハウジングです。測定した結果、3枚とも全て基準値内、再使用可能でした。一番隙間が大きかったので、インターメディエイトハウジングのフロント側かな。そこが100分の2が入るか入らないか、そんな感じの隙間でした。そしたら続いてここの段差測っていきます。このローターが動いて摩耗した段差、ここの角っことか、あとこの見えるかな、レモンエリアっていうローターのオイルシールがこすった後ですね。こういうのがどのぐらい摩耗しているか。まずこの端っこの部分、限度値 0.1 ミリ、10分の1ミリですね。この丸いエリアも 0.1 ミリ。で、レモンエリアだけ 0.01 ミリ。100分の1ミリですね。0.1、0.1、0.01。
基準値内に入っているか見ていきます。よいしょ。紙を1枚置いてのダイヤルゲージをセットします。本当はね、このマグネットのやつじゃなくて、ここが御影石のやつの方がいいんですけど、今ないので代用でこれでいきます。紙引くのはね、傷入らないようにするためです。これ乗っけた状態でこうやってダイヤルゲージを動かして測っていきます。とりあえずこっちのマグネットの方が重いから、これでこうやって動かしてもね、そんなに針がこう前後したりとかはしないですね。ちゃんと安定してます。これがね、こんなになったりすると、ちゃんとした数字読めないんですけど、極端に動かしてるけどね、ちゃんと押さえつけてこうやって動かしてあげれば、そんなにガタガタしないから大丈夫です。それで、まずは端っこか。端っこの部分。0を真ん中にして、下側 0.1 ミリ、上側 0.1 ミリ。これを超えたらアウトです。あ、全然余裕だね。余裕。一目盛りね、100分の1ミリなんで、100分の1あるかどうかかな。ここで0で、こっちにずっと軌道軸を移動してくると、一目盛りかな。そのぐらいですね。100分の1。よし、リアハウジング OK。これも3枚とも全て基準値以内で全然余裕な感じでした。一番大きかったのでインターメディエイトハウジング100分の2ミリぐらいかな。あって100分の3ミリぐらい。そこが一番大きな数字で、それ以外のところは全て100分の1ミリでした。あ、そういえばこの100分の1ミリとか1000分の1ミリとか、この言い方分かりやすいですか？仕事からずっとこの100分の何ミリっていう呼び方を続けてきたんですよね。どうしても 0.00 って言った時に0が何個だっけって考えなきゃいけなくなるから、逆に分かりにくくて、みんな100とか1000とか直感的に分かりやすい呼び方でやってたんですけど、分かりにくいようだったら動画上は 0.00 っていう方で統一しようかなとか思ってます。よし、ハウジング3枚とも OK。 使えますよ。使える。ちなみにここの水路、ウォーターラインですね、水が通る部分、ここも錆ないんですよ。で、ここの耳の部分っていうんですか、ここがシール入る部分で、ここの耳の部分、錆が進行してどんどん薄くなってくると、こっから水が燃焼室側に入りやすくなるみたいです。いわゆる水食いってやつですね。でも水路全然錆ないし、このエンジンは大丈夫です。なんかクーラント 100% で使っていればそんな錆びてくる場所じゃないらしいんですけど、クーラントに水入れて使ったりすると、ここの腐食が進んで水食いになっちゃうみたいですね。続いて細かい部品たちを洗っていきます。オイルポンプとか、あとカウンターウェイト、これもオイルポンプのチェーンのつく部分、これとステーショナリーギア、これは灯油で洗っていきます。ちなみになぜ灯油なのかというと、今こっちのパーツクリーナーが使われてるからですね。そう、こっち今使えないから代わりにこっちで部品の洗浄をやっていきます。そんなにね、汚れひどくないんですよね。なんか一回オーバーホールしてあるのか、エンジンの中の部品はめっちゃ綺麗でした。まだまだ細かい部品いっぱいありますよ。これオイルエレメントがつくところのアダプター、あとプレッシャースイッチ、油圧センサーですけど、これはさすがにジャポンするのは良くないだろうから、ジャポンせずにウエスで綺麗に拭く程度にしよっかな。
続いてクランクシャフト、これの触れを見ましょう。これも多分大丈夫だと思うけど、ちなみに本当はラッピングとかやった方がいいのかもしれないんですけど、今回はやらずにいきます。あまり下手なことして失敗をしたくない。あとね、そこまで傷は入ってないんですよね。これセッティングの方法間違ってた。ここじゃない、こっちだ。ここ油塗っとくか。こっちとここだね。ベアリングで受ける場所、こっちで支えるんだ。こういう感じ。これで軸の触れを見ていきます。おお、ぶれない。ないって言ったら嘘になるけど、いける。クランクシャフトもいける。念のためエキセントリックシャフトのジャーナルとメタルのクリアランスも測定しました。メタルは交換する予定だから一応仮の数字なんですけど、あまりにもジャーナルが摩耗しすぎていた場合シャフト交換になってしまうんで、一応基準値内に収まってるかどうかだけチェックしてみました。これも問題なしでした。メタル交換してあげればまだまだ使えそうな感じです。よっしゃー、エキセントリックシャフトも OK。 よし、これでしばらく V ブロックは使わないな。今回このために買いました。錆びると困るから、これも錆び止め油ちょっと塗っといて、次はエンジン組み立ての時までもう一回眠っててもらいましょう。そしたら次ローターばらしていきます。これね、アペックスシールが3箇所で、表裏にこのコーナーシールっていう丸っこいやつもいるんで、これが6個。あとオイルシールとかサイドシールとか、すごい細かい部品がねたくさんついてます。でこれ普通の車のピストンと一緒で、ピストンリングみたいな感じでね、場所が決まってるので、場所を間違わないようにこういうケースに入れてきます。フロントローターの1番2番3番4番ってちゃんと分けてある、こういうパーツケース。これに1箇所ずつ間違わないようにしまっていく。これ寸法がねちゃんとその場所によって調整してあるから、新品部品に交換するときはそれでまた調整し直しなんですけど、組み付けるときにね元通り組まなきゃいけないから。ちなみにこのローターね、ここの端っこの部分に打刻してあって番号が振ってあります。でこの番号を目印にして分けていきます。三角形の部品と、これがこういう感じですね。でもともとはこれ1個なんですけど、エンジン組み付けるとここがパキッて割れる。組む時にエンジンの割れる音がするっていう、これですね。これが弾ける音。これが摩耗してくるとエンジンの圧縮抜けっていう形になります。普通の車のほんとピストンリングみたいな感じ。アペックスシール摩耗がどうとかっていう以前に錆び出ちゃってて、もうこれ再使用無理ですね。このまま使うとハウジングに傷が入っちゃいます。ということでシール類すべて交換の方向で作業を進めていきます。そしてこれがコーナーシール。これ中にゴムのブッシュみたいなのが入ってるんで、これも交換ですね。で中にもう一個ワッシャー、バネザガネみたいなこんなのがいます。スプリングワッシャー。アペックスシールを押さえてたスプリング、これも2つ。サイドシール、サイドシールのスプリング、これ折っちゃいそうで怖いよね。よし、取れた。これで全部かな。そしたらもう一回くるっと回して同じことをやっていきます。ここのサイドシールが若干固着してるというか抜けてこない。
ダメかな、折れるかな、抜けるかな。あ、来た。よし、取れました。で、真ん中にここにねオイルシールがいます。これ内側にねゴムのリングが入ってるオイルシールです。これも外しておきます。スプリングもこれで全部かな。そしたらひっくり返して反対側も同じですね。映像はスキップします。って言ったけど今外しててびっくりしたからカメラ回し始めました。コーナーシール割れてた。パックリ。普通はこういう状態ね、まん丸の状態。これが半分になってました。コーナーシール割れるんですね。僕が割ったわけじゃないですよ。もともと割れてたんですよ。これ外すのにね、どうやってもこんなの割れないですからね。完全に真っ二つになってました。これがね1番だね。1番のコーナーシールが割れてた。ローターの元の状態こんな風。結構カーボンたっぷりです。なんかロータリーはカーボンすごいらしいですね、やっぱね。低回転の燃焼が難しいのかな。ということでこれを洗浄液にドボーン。ローター2つ目、こっちの方がカーボンひどい。これリア側のローターです。これもドボーン。よいしょ。変化なし。ワイヤーブラシの柄ですね、木の部分。これで剥がれかけのカーボンをゴシゴシと落としてます。なんかねローターコーティングされてるらしくて、ワイヤーブラシでこするなって書いてあったんですよ、サービスマニュアルに。だからサービスマニュアルのやり方に従って、サービスマニュアルね木じゃなくて竹ブラシって書いてたかな。竹ブラシとか竹ベラで剥がれかけのカーボンを落としてナイロンブラシでこすって汚れを落としてくださいってなってました。多少柔らかくなってるかなカーボン、やっぱ洗浄液につけてた分柔らかくはなってますね。ちょっとドロドロした感じにはなってる。ただこれ1回じゃ全然落としきらないな。こまめにこすってまたつけ置きしてこすってみたいな、そんな感じで気長に洗っていかないとちゃんと落としきらないかもしれないです。ローター洗い終わりました。めっちゃ綺麗になった。およそ2日間ですね。つけてはこすってつけてはこすって頑張ってやりました。まあ空いてる時間にちょこちょこやってった感じですね。実際これシャカシャカこすってる時間はそんなにないと思うけど、大半つけてる時間が長かったです。でナイロンブラシで一生懸命やったんですけど、なんかもうすでにテフロンコート剥がれかけてますね。ここまで剥がれてたらワイヤーブラシでやってもよかったかも。結構ねガッピガピに剥がれてる。このどっか見やすいとこあるかな。あ、こっちのローターが見やすい。この金属面出てる部分、これがローターの地金ですよね。でここら辺に残ってるこれが多分テフロンコーティングだと思う。フライパンとかにされてるやつ。これがあるからカーボンがなんかローターにつきにくいみたいな、そんな加工だと思うんですけど、だいぶ剥がれてるね。ワイヤーブラシでやるとこのテフロンコーティングがなくなっちゃうそうです。だからナイロンブラシで頑張ってたんですけど、頑張った意味あったのかな。正面側見てもほぼほぼ剥がれちゃってますよね。
まあ、とりあえず綺麗に掃除ができたんで、よしとします。あ、ちなみにこのオイル穴とか全部詰まってないか、チェックしてエアーで飛ばしてやってあります。で、洗ってて気づいちゃったんですけど、フロントローターとリアローターなんか種類違うっぽいです。これ見えますかね。カメラに映るかな。映るこれ。ここに段差があるの。この段差、こっちのローターについてるんですけど、こっちについてないの。加工されてるっぽいんですよね。昨日パソコンでググってみたんですけど、なんかこれランド加工とかっていう加工らしいです。ここの段付き、わざとこっち側を低くして、この角っこがサイドハウジングに当たらないようにするような加工らしいです。こっちは入ってない。これ純正っぽいんですけど、ほらテフロンコーティングこっち側にも残ってるからさ。純正でされてるっぽいんだけど、これ前後でローター違っていいのかな。いや、もしかしたらアフターでなんか加工を入れてるのかもしれないし、ちょっとわかんないです。調べきれなかった。なんかちょっと気になりますよね。ただ、ローターの重さはね、割と合ってたっぽいです。あ、測りこれしかないんですよ、アナログのやつ。デジタルのないからこれで。ちょっと見にくいんですけども、一つ目のローター。よいしょ。およそ 4.4 キロ。二つ目のローター。4.35 キロ。だいたい50グラムぐらいしか差がないですね。なんか新品のローターでも100グラムぐらい誤差があるのが当たり前みたいなことをお店のブログで書かれてたんで、有名どころのロータリー専門店のブログで書かれてたから、多分ね、重量バランス的には問題ないと思うんですよ。これとこれね。重さはいいんだけど、このランド加工がどう影響してくるかがちょっと心配ですよね。とりあえず精度が基準値内に収まってるかどうかだけ測定しておきます。もう基準から外れてるんだったらそもそも使えないしね。まずはローターの歪みじゃないんだな。ローターのここのランド部分の隙間、それを測ります。要はここの隙間が狭すぎるとハウジング側に当たってしまうから、そこの隙間を確保できるように測定するってことですね。ここはね、限度値 0.1 ミリです。0.1 よりも広ければ OK ってことになるね。狭いとダメ。いけるかな。でも入るね。0.1 入るね。見やすいように上からアングルで。こっちの方はね、全然余裕です。で、ここのランドのこのちょっと出っ張ってる部分、ここはね、ちゃんと面なんですね。ほら。一応大丈夫ですね。うん、大丈夫だね。こっちはここのランドっていう言い方でいいのかな。ここの部分がいないから、ここまでちゃんと通ります。多分ローターが遊ばないようになんだろうな。ここの気持ち、ここに残ってるラインは。余裕だね。
とりあえず部品単品で測定した結果、基準値内ですね。使える。あとはアペックスシールとかを入れて、そのアペックスシールの隙間をこうやってシックネスゲージでどのぐらい余裕があるかなって見なきゃいけないんですけど、それは新品のアペックスシール買ってやらなきゃ調整できないので、そう、今回アペックスシールとサイドシールは新品に変えます。さすがに再使用するのちょっと怖いから、一応ここがね、圧縮をしっかりと保ってる部分なんで、摩耗してるとその分、多分寿命は短くなっちゃうから、新品入れます。シールだからまあそんな高くないしね。問題はローターっすよね。いいのかな？一応精度的には入ってるけど、ここのランド加工っていうのかな？こっちの方がちょっと太い、出っ張ってきてる。ここの高さがちょっとこっち側に出てきてるのね。いいのか。ちなみに1号機のローターはランド入ってないです。で、2号機も入ってないのと入っているの。だからこっちで揃えてしまえば、これでワンセット成り立つんですけど、水食いエンジンでサビだったんですよね。あと、コーナーシールとかサイドシールもこう完全にもう埋まっちゃって固着してるような状態だから、これは使えないっすね。こんな感じ。これはさすがに使えない。そうだ、忘れてた。これ。さっきローター外すときに、こうやって入れてたんですけど、サイドシール長くて、これ蓋閉まらなかったんですよね。完全にケースの選定ミスりました。ということで、100均行って新しいケース買ってきたから、こっちに入れ替えます。こっちなら入ると思う。入るね。フロントの1、3、5。別にこっちのままでもいいんですけど、蓋閉められないから、その辺にホイホイ置いてくれないなと思って、ちゃんとこっちに分けといて、蓋閉めといた方が、ほこりかぶらないしね。はい、これで OK。こんな感じで保管しときます。はい、ということで本日部品の洗浄、そして精度測定だったんですけど、一つずつの部品見る限りは問題ない。精度もちゃんと入ってる。そして傷もほぼない。エキセントリックシャフトも意外と綺麗。ローターハウジングも傷がない。で、精度も入ってるから多分再使用できると思います。ただ気になるのはやっぱローターだよね。このローターのランド加工。これがどう出るのかがわからない。経験がないからわからない。知ってる方いたら教えてください。このランド加工みたいな、このランド加工と違うかもしれないけど呼び方。純正っぽいんですよね。純正のこの加工。前後のローターで違っても大丈夫なのか。もしくは、理想は揃えた方がいいのかもしれないけど、揃えなくても、エンジンとしては成り立つのかどうかみたいな。そういう感じで知ってる方いたら教えてください。あとは部品としては精度ちゃんと出てるから、シール類とか、そしてメタルとか全部新品で組んでいけば、エンジンとしては成り立つと思います。こっち側の細かい部品たち、オイルポンプとかチェーンとか、あとスラストベアリングとか、ダメなら新品買ってもこの辺はそんな高くないから、いくらでもやりようあると思うんですけど、いけるのかな、オーバーホール。もう少し僕も調べてみて、最終的な判断はもうちょっと後になるかもしれないです。もしこのローターダメだったら中古を買うか、もしくはもう新品のショートブロック買っちゃうか、もうどうするかはわかんないです。一応オーナーさんと相談、そしてちゃんと組めるかどうかも僕自身しっかりと調べて、やっていきます。一応今後の方向性としては、ちゃんとオーバーホールを進めていく形で考えてます。このエンジンの続きが気になるという方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。登録してもらえると新着動画の通知がいきますので、見逃すことがなくなると思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。